はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、小学校の授業は何が好きでしたか？自分は図工が大好きでした。今日はそんな子供心を呼び覚まして、真剣に食品サンプルの肉を作ります。それでは早速やっていきましょう。ファミレスとか昔ながらの町中華の店とか店先にある食品サンプルって見ているだけでお腹が減りますよね。中には本当に本物と区別つかないと思ったら本当に本物の日替わりの定食置いてあるお店とかありますよね。あれはフェイントです。ということで今日は前から気になっていた食品サンプルの手作りキットを購入しました。元祖食品サンプル屋って名前がいいですよね。今回は中級編のビフテキを購入しました。まずは中を開けてみましょう。想像していたよりも形ができています。これはじゃがいもですかね。これは色をつける材料みたいです。これは今日のメインの肉ですね。かなり形ができています。自分の想像ではこの形から作る気満々だったのでちょっと残念です。そして今の段階でかなり美味しそうです。あとはブロッコリーとニンニク、玉ねぎと人参、あと接着剤が入っています。こうやって改めて見てみると肉のシワの感じとか油のつき方とかすごくリアルですね。裏面はツルツルとしています。ちなみに食品サンプルの発祥に関してはいくつかの説がありますが、今回購入した元祖食品サンプル屋を運営する株式会社岩崎の創業者の方が現在のような一般的に普及している料理サンプルの基礎を作ったと言われているそうです。日本が発祥の文化って考えると面白いですよね。食品サンプルは海外から来た人がお土産として購入することも多いみたいです。それでは早速作っていきましょう。まずはお湯につけてニンニクと玉ねぎを柔らかくします。次にニンニクは手で割って余分なところはハサミでカットします。次に玉ねぎを薄くハサミでカットします。日本の食品サンプルもすごいですけどプラモデルとかのクオリティもすごいですよね。この前ちょっと勉強会にヤマダ電機に行ったんですけど、ヤマダ電機って一角におもちゃコーナーがあって、おもちゃコーナーって言ってもそこまで品揃えが多いわけではないので人気どころとかの子供のおもちゃが中心なんですよね。そこでずっと何か買いたそうに4、50代のスーツ着たおじさんが商品見ていて、なんか子供の誕生日プレゼントでも選んでるのかなと思って通りすがりにチラッと見たらみこしっていう見たことないくらいでかい箱のプラモデル見てて、ヤマダ電機のマニアックな品揃いに驚きました。さすが群馬の電気屋です。水気をしっかりと拭いたらニンニクに茶色と濃い茶色の着色剤を使って色をつけていきます。色をつけたら色を定着させるためにドライヤーを使って温めます。焼いたニンニクっぽくなりましたね。次はじゃがいもです。先ほどと同じように茶色と濃い茶色を使って色をつけます。皮部分全体に茶色で色を塗って縁部分は濃い茶色で色をつけます。色付けが終わったらドライヤーで温めます。焦げ感がリアルですね。次はブロッコリーです。まずはリアルさを出すために先に黄色で色をつけます。次に緑で色をつけます。ドライヤーで温めます。次は人参です。人参は黄色で真ん中あたりを色付けします。ドライヤーで温めます。最後はメインディッシュの肉を色付けしていきます。脂身部分を茶色で色付けして、肉部分の膨らんだ部分には濃い茶色で色付けして焦げを表現します。ドライヤーで温めれば準備は終了です。あとは鉄板に接着剤を使って固定していきます。まずは接着剤でじゃがいも、ブロッコリー、人参を固定します。次に玉ねぎを容器に入れて接着剤を全体につけて鉄板に固定します。最後に肉に接着剤をつけて固定します。肉の表面に艶出しを塗ります。ニンニクを接着剤で固定すれば出来上がりです。あとは接着剤が乾くまで1日置きます。1日置いて完成しました。見てください。かなり本物に近いです。これを見ていたら本物の肉が食べたくなっちゃいましたね。ということで準備します。人参を輪切りにして面取りします。鍋に人参、水、バター、砂糖を入れて火にかけて水分がなくなるまで炒めます。次にブロッコリーをカットして沸騰したお湯で茹でます。次にソースを作ります。ニンニクを薄くスライスしてフライパンに入れ火にかけます。みりん、酒、醤油、砂糖、酢を加えて軽く煮立たせます。次にじゃがいもを揚げます。お肉に塩コショウしてフライパンで焼いていきます。
焼けたら鉄板に盛り付けてソースをかけます。サンプルと並べてみるともうどっちが本物かわかりません。それでは早速食べてみましょう。いただきます。そういえば今日3月11日はいぶし銀銀丸の誕生日ですね。なんか最近肉が食べたいと言っていたので、いつでも眺めていられるようにこのサンプルをプレゼントしましょう。せっかくステーキ作っちゃったのでもったいないからこれは自分が食べちゃいます。ステーキの食品サンプル見ながら食べる本物のステーキの味は格別です。未だかつて食品サンプルのステーキを置かずにステーキ食べた人はいないんじゃないですかね。せっかくならこれを食べさせたかったです。ステーキ美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。食品サンプルいかがでしたか？機会があれば一から作ってみたいです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではいぶし銀銀丸にサンプルをプレゼントしています。はい、いぶ銀まかないお待たせ。食えないです。え、肩の。誕生日おめでとう。食えないっすよ。